なんと薪を組んでますよ。機関車ですからね、機関車。Uma rocha específica extremamente dura. Então não, nós estamos falando aqui de em 1880. おはようございます。今ね、トレインステーションに来ています。ここね、クリチバから、今日はアントニーナと、モヘジというところに行きます。ここクリチバに来たら絶対に乗らなければいけない電車があるんです。というわけで今回はその電車に乗っていきます。行ってみましょう。おはようございます。今ね、この、バンの中にいます。で、どこに向かっているかというと、アントニーナという町に向かっています。で、アントニーナというところまでは、バンで、車で1時間半ぐらいですね。で、なんでそこに向かっているかというと、30年ぶりに再度再開した鉄道があるんです。それが、1時間ぐらいでアントニーナからモヘチっていうところを往復してるんだそうです。なのでその電車に乗るために、私たちは、まずアントニーナに行って、そこから電車に乗ってモヘチに行って、モヘチから、電車で帰ってきます。というわけで、今はアントニーナに向かってるんですが、アントニーナはすごい小さい都市で、都市というより町ですね。あんまりね、観光客とかそこまで行くようなところじゃないんですけれども、その鉄道ができたことによって、みんなそこに、行くんじゃないかなと思います。じゃあおやすみなさい。はい、ここ小さな町アントニーナに着きました。ここには 2,3 分しか滞在しません。というのもですね、ここがメインじゃなくて、何度も言いますが今日は電車がメインだからです。ここは18世紀に礼拝堂が建てられました。以前はカペラとして知られていたそうです。そのため、ここに住んでいる住人は、皆さんカペリスと呼ばれているそうですよ。で、ちなみにアントニーナというここの土地の名前はポルトガルの王アントニオから来ているそうです。というわけで、来たらここに着いてたんでね、もう一回、車に戻りたいと思います。では、機関車に一緒に乗りましょう。アントニーナのトレインステーションに着きました。すごいです。ここにね、ちゃんと薪が置いてあって、ここでくべて、そしてこの電車を走らせるんですよ。いやー、すごい。トーマスはこんな風に走ってるんですね。電車が出発します。電車が出発します。Oh my god。聞こえますか？今ね、電車が一時、停止しております。村の近くに行くと、汽車の音、プーって音を出すんですね。で、そうするとね、住民が、9割方の人が手を振ってくれます。で、ただの住人は手を振ってくれるし、観光客というか普通の人は写真とかを撮ったりしてますね。この電車はなんと1884年からスタートしていて、今日までブラジルで一番古い機関車だそうです。
いうわけで、このね30年ぶりに再開した機関車に乗ってきました。でここはモヘチというところなんですけれども、ここで、ランチ、ここでしか食べれない、郷土料理みたいなものがあるそうなので、それを食べていきたいと思います。Uma concha bem servida aqui do barreado. Isso, Agora é só mexer até formar o pirão. Barreado é uma comida típica da nossa região, feito de carne bovina, o músculo traseiro. Essa carne fica marinando por 10 horas no tempero e o cozimento vai levar. Fica assim, ó. Se preferir mais molinha, põe assim um caldinho. Esse acompanhamento vai ser o arroz, a banana picadinho e a pimenta pra quem gosta. O salgado do barreado e o doce da banana fica uma ótima combinação. Qual dos dois gostaria? Yeah. 今、午後3時です。なんと電車が3時出発だったんですけれども、到着が遅れたそうで、3時45分ぐらいになるということで、ここでだいたい45分ぐらい、時間を、ココナッツウォーターを飲みながら過ごしました。というわけで、これから、電車に乗って、クリチバに戻るわけですけれども、この電車がセハベチエクスプレスという電車で、クリチバに来た人は必ず乗らなければならないと言われている電車ですね。74キロぐらいあるそうです。で、山々のもう断崖絶壁のところを電車で通るそうなんで、楽しみなんですけれどもかなり疲れております。というわけで電車のところに行ってみましょう。レッツゴー。とてもラグジュアリーな気分です。ここは、セジャベージエクスプレスの中なんですけれども、この電車には5つのカテゴリーがあって、ここが一番上のクラスだそうです。だそうですっていうのは、ここのね、電車の、鉄道の方が、今回このポタ・デ・ブラジルっていうのを、サポートしてくださるということで、ここの、シートを、予約してくださいました。というわけでありがとうございます。ちなみに、この電車はもう130年になります。このラグジュアリークラスの電車はブラジルではこの列車しかないそうです。この列車しかないっていうのは、その定期的に走っている電車はこれしかないっていうことですね。なので、ブラジルに来た際はぜひともこの電車に乗っていただきたいなと思います。ラグジュアリークラスだとこの窓があって、ちょっとね窓から顔を出したりできないのがちょっと残念なんですけれども、他のクラスだと窓が開けられるので、私が自分で予約するんだったら絶対にね普通のクラスがいいと思います。雰囲気的にはすごいいいですけれどもね。列車の中でね、お食事ができるんですよ。なんとラグジュアリーな感じがするんでしょうか。Very hot, sorry, I couldn't. ものすごく疲れました。朝の7時半に集合して、で今もう何時ですか、もうね、8時半ですよ。なんやかんや、電車が遅れたりして、もうほとんどね、10時間ということで終わりました。ただ、この電車のツアーは 100% おすすめです。もう本当に美しかった。クリチバ自体がもう本当に近代都市みたいな感じで、世界でも交通機関とか
見本にされてるようなところなんですね。なのでもう日本人には多分住みやすいんじゃないかなと思います。というわけで、今回は、クリチバからお届けしました。この後ね、明日は、イグアスの滝に行くんですけれども、夜のナイトバスに乗って、行きますので、今日はよく寝て明日に備えたいと思います。というわけでおやすみなさい。